よーし、なんとか線画まで終わったのである。いい感じに描けたであるな。デザインも結構凝った感じにできて非常に素敵な絵になりそうな予感だのである。よし、じゃあこっから影付けやっていくであるか。でも我結構影付け苦手なんだよな。どう影付けていいかわかんないんだよな。まあでもとりあえずやっていけばなんとかなるかな。ちょっとちゃちゃっとやっていくので、なんか見た感じに、ピーって影付けていけば、なんとかなるであろう。なんかどうやってもちょいちょいとしか影が入らないというか、なんかもっとかっこよくガーって影入れたいんだけど、どうにもこうにもうまくいかねえのである。やっぱ我はもう影付け全然下手魔王なのである。と、影付けに悩んだことがあるポンポコリンは多いのではないのかの？我のお絵描き講座でもよく影の付け方がわからない。特にアニメ塗りと呼ばれている陰影がはっきりと分かれている描き方は、明るい部分とそうでない部分、つまり影をどうつけるのかというのが絵の印象を大きく変えるものだと思っておる。それゆえに難しい、うまくできないと悩んでおるものも多いのではないのかな。というわけで今回は魔王が教えるアニメ塗り3つのポイントをお教えしようと思うのである。この方法を知っておくだけでアニメ塗りがより楽しく、そしてスピーディーに仕上げることができるので、ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいのであるぞ。またこのチャンネルではアニメ塗りや厚塗り、水彩塗りなど様々な方法を解説しておるので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたすのであるぞ。では、魔王がアニメ塗りをする際に意識をしている3つのポイントをお教えしようと思うのである。それは奥、裏、影なのである。なんだか随分薄ら暗い雰囲気であるけれども、これが本当に大事な3つのポイントなのかと思うかもしれない。しかし、この3つを知っているかいないかでは、アニメ塗りの影を塗るという影の付け方を意識できるかどうか、大きな差が出てくるのであるぞ。まずは、1つ目の意識するべき点、奥について話をしていこうと思うのである。今、画面には3つの丸が書かれておる。この3つの丸のうち、どれが手前にあって、どれが奥にあるか、わかるものはおるであろうか。というと、多分ほとんどのものが答えられないと思うし、正直なことを言うと、プロのものでもどの丸が奥かというのを答えられるものはいない。なぜかというと、同じ大きさで同じ影の濃さを持っているからである。影の濃さというと分かりづらいが、言ったらこの白い丸が3つ並んでいるだけなので、どれが手前でどれが奥なのかというヒントが一切ない状態なのである。アニメ塗り絵はこの3つの丸に手前と奥という情報を付け加えることができるのである。どういうことかというと、このようにそれぞれの丸に3種類のグレーを追加してみたのである。一番左は真っ白なまま、真ん中は薄いグレー、右側は濃いグレーである。こうしてみると、どれが手前でどれが奥かと言われた時に、明るい色ほど手前にあって暗い色ほど奥にあると感じるものは多いのではないのだろうか。これがアニメ塗りの極意のその1、奥なのである。キャラクターの奥にあるパーツ、もしくは奥にしたいパーツに影の色を置くことで、より手前と奥という意識をつけることができるのである。先ほどの図だと少し分かりにくいというものがおるかもしれないので、もう一つ例を用意した。こちら3つの円が重なっている。どれが手前でどれが奥か、先ほどの丸よりは分かりやすかったり、もう分かったというものはおるであろう。その通り、左の丸から手前、真ん中、奥と配置されているのである。もちろんこうやって書くことで手前や奥ということは表現できるのではあるが、先ほどの法則を当てはめてみると、この通り、より手前や奥という意識がはっきりと見えるようになったのが分かったであろうか。これをアニメ塗りの技術として使うことで、キャラクターの手前や奥といった立体感を簡単に演出することができ、そしてアニメ塗りをする上でとても大事な、そして一番大きな見せ方になると我は思っておるので、覚えていてほしいのであるぞ。アニメ塗りをする際の影付けのテクニック。その2、裏である。今これちょっと 3D のオブジェクトを用意して、こんな感じでコインのような平たいものを用意している。今、このコインは上からの光を受けている。なので、光が当たっている表の面というのは明るく輝いているが、裏面を見ると、光が当たらず真っ暗になっているのがわかるであろうか。これが裏である。どういうことかというと、
光が当たっている面は明るく、光が当たっていない面は暗くなるという理論なのである。なので、裏表が見えているパーツの裏面を影色で塗るというのが第2のテクニックなのである。そこまで言えばなるほど、すごい簡単な話だなと思うかもしれないが、今、このコインは上から光を浴びているので、裏側、下側の方は影になっているという話であった。では逆に、今この光源をいじって、光源が下から当たった場合、表の面が暗くなり、裏側が明るくなった。なので、ただ表側だから明るい、裏側だから暗いではなく、どちらが表側で裏なのか、そしてどちらを暗くするのか、明るくするのかというのをきちんとルールをつけて塗ることが大事なのであるぞ。これさえ守っていれば非常に簡単なルールなので、光が当たっている側、当たらない側、当たらない側を裏として影を塗るということを覚えておこう。そしてアニメ塗りの影付けで覚えてほしいテクニックが陰影である。これは魔王の講座動画の中でも何度か紹介したことがあるのだが、今このようにリンゴがあるとして、このように光が当たって床に影ができている場合、リンゴと床に影ができているだけではなく、これにはそれぞれ呼び名がついているのである。このように物の立体感によって現れる影を陰影の陰、シェードと呼び、物が光を遮ることで生まれる陰影のことをシャドウと呼ぶのである。同じ暗くなる場所といっても2つ呼び名があるのである。そしてアニメ塗りのテクニックで大事になるのはシャドウ、シャドウと呼ばれる方なのである。この物に当たることで生まれる影を意識して影をつけることで、より立体的であったり、先ほど言っていた手前や奥といった表現をより強めることができるのである。特に今回はこのイン、シェイドは書かずに、このシャドウだけをアニメ塗りで取り込むようにしようと思っておるのである。それが3つ目のテクニック、影なのである。というわけで、奥、裏、影、この3つがアニメ塗りをする上で大事なテクニックだというのは分かってもらえたであろうか。では実際に先ほど描いたイラストにこの3つの要素を追加してアニメ塗りの影付けを行っていこうと思うのであるぞ。では先ほど描いたイラストにアニメ塗りの影付けで大事な3つの要素、奥、裏、影の3つを塗っていこうと思うのである。ただ今回は分かりやすくするためにそれぞれの要素を順番に塗っていこうと思うのである。まず最初に奥を塗っていこうと思うのであるが、このイラストでいう奥というのは、この絵で言うと左手は手前、そして右手の方が奥になるのである。なので奥にある右手をこんな感じでも一気にルールにのっとって塗りつぶしてしまうのである。同じようにこの右前髪の後ろ側にある髪の毛、これも奥なので塗りつぶす。そしてこの耳も奥なので塗りつぶす。で、この髪の毛の後ろ側も奥なので塗りつぶすと。こんな感じでキャラクターの奥にある部分というのをどんどん影として塗りつぶしていこう。ここを大胆にやればやるほどアニメ塗りとして見栄えのする陰影になるので、そこまで奥にして大丈夫なのかなと思うかもしれないが、どんどん手前と奥というルールを作って、これはもう手前側ではなく奥側だと思ったものはどんどん塗りつぶしていくと良いであろう。そして塗りつぶしたのがこちらである。こんな感じでこの後ろのリボンの紐も手前と奥で分けたり、足も手前にある足と奥にある足ということで奥にある足を塗りつぶしたり、スカートのフリルの奥にある部分も塗りつぶした。このように奥の部分を塗りつぶしただけでかなり立体感や陰影がついたという印象になったのがわかるであろうか。アニメ塗りはこの手前や奥という部分を大胆に塗ることで、はっきりとしたアニメ塗りの印象をよりかっこよく見せることができるのである。なのでアニメ塗りでうまく影が塗れない、思ったよりも影が塗りつぶすことができなくてペタッと平面的な印象になってしまうというものは、この奥というのを意識してみると良いであろう。では次にアニメ塗りのテクニックその2、裏である。先ほど言った通り表と裏を決めるためには光の当たっている方向というのが大事になってくる。先ほどの奥というのは手前と奥というだけで特に光の方向は関係がなかったのだ。光の方向を示すと大まかにこんな感じで、
キャラクターの胴体や顔に向かって光が当たっているものと今回は仮定して進めていこうと思うのである。言ってしまえば上から下に当たっている光なので、例えば肩のフリルの部分の裏側は影になるので、ここは塗りつぶそう。そして手の袖部分も光が当たっている裏側なので、ここも塗りつぶそう。本当だったらな、手のひらはこれ光が当たっていない裏側なので塗りつぶしたいところではあるが、先ほど言った手前と奥のルールで言うと、この手というのはかなり手前に来ているので、今回はこの手前ということを強調したいので、裏というルールでは塗りつぶさないことにしておる。こんな風にある程度割り切ったりパキッと決めることで、よりこの表と裏や奥の印象を強くすることもできるので、こんな感じで塗り分けていくと良いであろう。そしてこのフリルの裏側も裏側だということで、どんどんポンポンと塗りつぶしていこう。そうやって塗りつぶした状態のものがこちらである。この裏側というのを意識して塗るだけで、随分と衣装などのパーツに立体感が出てきたのが分かったであろうか。割とシンプルなアニメ塗りの場合、この奥と裏の2つだけでもしっかりとした陰影やあまり重くなりすぎない印象にすることもできるので、実はこれだけで完成することもできるぐらい、この2つの要素というのはアニメ塗りをする上で大事な要素なので覚えていてほしいのであるぞ。では最後にアニメ塗りの影付けの重要なテクニック、陰影のシャドウを塗っていこうと思うのである。先ほどの裏と同じように、どの方向から光が当たっているのかというのを意識することは大事なので、斜め上から光が当たっているので、斜め下に影ができるように、こんな感じでできてくる陰影のシャドウを描いていこう。ここで丁寧に描いたり立体的に描くことで、絵全体のクオリティや密度をぐっと高めることができるので、どんな風に物が落ちるのかということは日々の生活の中で観察をしてみたり、例えば電球の下で自分で物を置いてどんな風に影ができるのか、太陽光の下で自分にできる影、ボールや傘などがどんな風に光が当たると影ができるのか、そのように日々の生活の中でどんな陰影ができるのかを意識してみると良いであろう。というわけで完成したのがこちらである。光が当たったことで物に落ちる影、陰影のシャドウを追加した状態である。先ほども言った通り、陰影のシェード、物が光が当たることで立体的に見える陰影は今回全くもって追加していないのである。このシャドウだけと決めることで、パッキリくっきりとした印象の影が追加され、非常にモダンな印象になったのである。アニメ塗りというのは他の技法のような陰影の付け方をどこかで境界線をつけて陰影をつければよいではなく、アニメ塗り独自の影付けのルールにのっとることで見栄えの良い陰影をつけることができるというのが分かったであろうか。これまで行ったものをまとめてみると、手前と奥を区別する奥の影付け、光が当たることでできる表と裏の裏面に影をつける裏、そして物が重なることでできる陰影のシャドウをつけた影、このような陰影が出来上がったのである。あとはこの陰影をこのようなベースカラーの上に置いた時にしっくり合うような色に変更していけば良いだけなのである。影色の塗り分けで困っておるものは、マオが素材として公開している迷った時の影色という素材を使えば簡単に陰影を塗り分け、そしておしゃれな印象にすることができるので、影塗りが難しいというものはこの素材をダウンロードしてみてほしいのであるぞ。こちら無料でダウンロードすることができるので、クリップスタジオアセッツに行ってダウンロードしてもらえると嬉しいのであるぞ。そしてこちらが影の色をそれぞれの固有色に合わせて変更したものがこちらである。絵全体に馴染み、そして陰影の印象をしっかりと持たせているのがわかるであろうか。あとはこれを自分の好みに合わせてハイライトやグラデーションをつければ、このようにアニメ塗りイラストが完成するのである。はっきりとした陰影がついたことで、大胆な構図やキャラクターの見せたいところがより鮮明に見えるようになっているのがわかるであろうか。単色の影だと大胆に塗り分けた影で大丈夫だったのかなと思ったものも多いかもしれないが、このように色がついて細かな仕上げを施すことで、アニメ塗り特有のはっきりとした印象、そして大胆な影の塗り分けがより効果的に見えるようになったのである。そしてこちらを見てほしいのであるが、先ほどの描いたイラストの真ん中が先ほどの影の濃さで塗ったもの。
左側にあるのが倍の濃さで塗った場合、右側は半分の濃さで塗った場合の陰影の差である。影の色が濃くなるほど重たくくっきりとした陰影の印象を持たせ、陰影が淡くなれば柔らかく平面的な印象を受けるのがわかるであろうか。先ほど言った奥のテクニックというのはこの影全体にも使うことができるので、影の濃さを調整することでより手前や奥といった立体感を強調することもできれば、あえてあまり立体感を強調せず柔らかく優しい可愛い印象を持たせることもできるのである。このテクニックを使い分けることで、また一層と自分がどんな絵を描きたいのか、この絵をどんな風に見てもらいたいのかという風に、見てもらう側に自分の絵をどんな風に見てもらいたいのかという感想をコントロールすることすらもできるので、アニメ塗りをする際には自分が望んでいる影の濃さになっているのか、全体の印象や立体感をしっかり出すことができているのかを意識してみると良いであろう。というわけで、いかがだったかの？アニメ塗りというと単純な塗りと思うものや、逆に普通の塗りと違って陰影の付け方がわからない、どうやったら可愛くそしてかっこよく見えるのかわからないと悩んでいる者にとって大きなヒントになったのではないであろうか。ぜひ皆もこの影付けのテクニック、奥、裏、影、この3つを意識しながら影塗りをしてみてほしいのであるぞ。また今回この教材で使ったキャラクターの線画をマオの教材がダウンロードできるブースの方で無料でダウンロードできるようにしておるので、影付けを自分で試してみてほしいのであるぞ。今回はクリップスタジオペイントでこの技術を行ったが、他のペイントソフトでも同じように行うことができるので、それぞれの環境に合わせた線画データをダウンロードして使ってみてもらえると嬉しいのであるぞ。ではでは、なのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。